健全クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日は普段クラシックを聴かない人でも絶対に聴いたことのあるバレエ曲と激付随音楽を合わせて10曲ご紹介します。どこかで聴いたことのあるメロディーがたくさん出てきます。知らなかった曲はぜひコメントで教えてくださいね。それでは早速いきましょう。1曲目はこちらです。ロシアの作曲家チャイコフスキーのバレエ音楽「白鳥の湖」より情景です。白鳥の湖はバレエ自体の代名詞ともなっている作品ですね。この作品は悪魔によって白鳥の姿に変えられた美しい王女とそれを救おうとする王子の真実の愛を描いた作品です。ある日森へ迷い込んだ王子の前に1羽の白鳥が現れます。あまりの美しさに王子が立ち止まると白鳥は美しい王女の姿になります。悪魔の魔法によって王女は夜の間だけ人間の姿に戻ることができたのです。王女にかけられた魔法は真実の愛によってのみ解けるのでした。王女に惹かれた王子は魔法を解く決心をします。そして2人のもとに夜明けが来て白鳥に姿を変えた王女は湖へと戻っていきます。今流れているこの情景のメロディーは白鳥の主題と呼ばれ、舞台のさまざまな場面で何度も使用される作品を象徴するテーマになっています。特にこの2人を分かつシーンでは非常に印象的に使われます。続く2曲目も同じ白鳥の湖に出てくるこちらの曲です。チャイコフスキーの白鳥の湖より小さな白鳥の踊りです。実はこの白鳥の湖、初演の時にはあまり評価されなかった作品でもありました。しかしチャイコフスキーの亡き後、弟モデストや作曲家のドリゴ、バレエダンサー振付師でもあったプティパ・イワノフの2人などが関わり、大幅な改訂を行って上演したことで現在の人気につながったのです。改訂された時にこの曲も4羽の白鳥の踊りという新しい名前を付けられ有名になりました。現在上映されているほとんどの舞台はこの改訂版を使用しています。この曲は王女と共に白鳥の姿に変えられた4人の乙女たちが踊るシーンで演奏されます。4人のバレエダンサーが手を交差してつなぎ、美しい踊りを披露する見せ場の一つとなっています。さて、続く3曲目から6曲目までは同じバレエ作品からの曲が続きます。まず3曲目はこちらです。この曲はチャイコフスキーのバレエ音楽「くるみ割り人形」より行進曲です。
クリスマスイブの夜、子供たちがクリスマスツリーのそばでウキウキと跳ね回っているシーンで使われます。舞台の最初のシーンで使われ、見ているこちらも楽しみになってくるような音楽です。この物語の主人公はクララという少女です。他の子供たちが思い思いのプレゼントをもらう中、クララという少女が選んだのは見た目の悪いくるみ割り人形でした。不格好なくるみ割り人形でしたが、クララはとても魅力を感じます。そしてその日の夜、クララは不思議な世界に入っていくという物語です。さて、くるみ割り人形の他の曲も聴いてみましょう。4曲目はこちらです。こちらはチャイコフスキーくるみ割り人形よりトレパックです。不思議な世界の中でいろんなお菓子の妖精たちがクララをもてなしてくれます。舞台ではそのお菓子を象徴するさまざまな国の踊りが披露されます。チョコレートはスペインの踊り、コーヒーはアラビアの踊り、お茶は中国の踊り、そしてこのトレパックはロシアの踊りです。トレパックというのはフランス宮廷で重宝された飴のようなお菓子です。ねじり棒のようなキャンディーだったと言われていて、くるくると回るダンスが披露されるのも楽しいです。続く5曲目はこちらです。通信会社ソフトバンクの CM で馴染みのある方も多いのではないでしょうか。チャイコフスキーくるみ割り人形より足笛の踊りです。フランスの羊飼いの女性たちが足笛を吹くような演出をされることもあります。足笛はフランス語でミルリトン。これはフランスのノルマンディー地方に伝わるアーモンドタルトの名前でもあります。ちなみにソフトバンクの CM でおなじみのバレエ音楽がもう一つあります。チャイコフスキーと同じロシアの作曲家プロコフィエフの作ったバレエ音楽ロメオとジュリエットのモンターニュ家とキュピレット家です。著作権の関係で今回取り上げることができませんでしたが、非常に印象的な曲なので気になった方はぜひ聴いてみてください。6曲目はこちらです。チャイコフスキーくるみ割り人形より花のワルツです。この曲はお菓子の国の妖精たちが大勢で踊る華やかなワルツ曲です。なんとこちらの曲もソフトバンクの CM で使用されていました。ここまで4曲紹介してきたくるみ割り人形はバレエ音楽としても組曲としても人気の高い作品です。そしてくるみ割り人形には他にもとても有名な曲がたくさんあるので、今日ご紹介していない曲の中にも知っている曲があるかもしれません。厳選クラシックチャンネルで今年のクリスマスイブにくるみ割り人形をテーマにした動画を公開しようと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録をしてお待ちくださいね。さて7曲目からは劇付随音楽と呼ばれるジャンルに入ります。まずはこちらの曲です。
こちらはノルウェーの作曲家グリーグの激不随音楽ペールギュントより山の魔王の宮殿にてです。様々なドラマや映画で使用されるだけではなく、ロックアーティストたちのアレンジでも有名な曲です。激不随音楽というのは演劇のために使われる BGM になる音楽です。現代で言えば映画のサウンドトラックもこの不随音楽というカテゴリーに入ります。このペールギュントはノルウェーの劇作家イプセンの作品ペールギュントに付けられた音楽です。イプセンのペールギュントはもともと読み物として書かれたため舞台向きではありませんでした。そのため舞台で扱うには音楽がより重要になったのです。そこで白羽の矢が立ったのが同じノルウェーの作曲家グリーグでした。この作品はペールギュントという夢見がちな放蕩息子の人生を描いた作品です。ペールはかつての恋人の結婚式に招かれず大暴れし、花嫁を略奪して山に逃げ込みます。しかしその花嫁にもすぐに飽きたペールは一人魔物の住む山へと入っていきます。そこで魔王の娘と恋に落ち、魔王の館に入るシーンで流れるのがこちらの曲です。不気味な様子が音楽で表現された名作ですね。8曲目はこちらです。こちらもグリーグのペールギュントより朝です。この曲もまた様々な CM などで使われていますね。これは時を経て大金持ちになったペールがモロッコのサハラ砂漠で日の出を迎えるシーンで使われます。すがすがしい朝の雰囲気が漂う曲ですが、この場面ではペールは金目のものは全て奪われていて、砂漠に一人取り残されていたのです。ひどい目に遭ったペールですが、この曲は対照的に非常に希望に満ちた爽やかな朝を演出しています。9曲目はこちらです。こちらはフランスの作曲家フォーレの激不随音楽ペレアスとメリザンドよりシシリエンヌです。ベルギーの劇作家メーテルリンクの戯曲ペレアスとメリザンドのために書かれた曲です。この戯曲は人気が高く、ドビュッシーやシェーンベルク、シベリウスなど多くの作曲家が題材にしています。フォーレがこの戯曲に音楽をつけたのは、ロンドンでペレアスとメリザンドの英語版を上演するためでした。英語版の上演を企画していたちょうどその時ロンドンに滞在していたフォーレに作曲の依頼が舞い込んだのです。この時非常に多忙だったフォーレは実質1ヶ月程度で作曲をし、オーケストラの仕上げは弟子に指示して完成させたそうです。このシシリエンヌは主人公のペレアスとメリザンドの2人が泉のほとりで戯れる場面の前奏曲です。もともとは未完となった町人貴族という作品のために作曲されたものでした。弟子が完成させたオーケストラ版が舞台では演奏されますが、フォーレ自身がチェロとピアノ版で出版をしていたり、バイオリンとピアノ版、ピアノ独奏版など様々な編曲で親しまれています。最後の10曲目はこちらです。
結婚式の定番曲ですね。こちらはドイツの作曲家メンデルスゾーンの劇譜随音楽夏の夜の夢より結婚行進曲です。シェイクスピアの戯曲夏の夜の夢が元になっています。この曲の元になったのはメンデルスゾーンが姉とピアノ連弾をするために書いた序曲夏の夜の夢でした。この序曲を聴いた当時のプロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世が感激し、メンデルスゾーンに劇譜随音楽夏の夜の夢の作曲を命じたのです。そこから4年ほど経った頃、イングランドで行われた本当の結婚式でこの結婚行進曲が使われました。そして作曲から15年後の1858年、当時のプロイセン王子のフリードリヒ、後のドイツ皇帝フリードリヒ3世とイギリス王女ビクトリアとの結婚式で演奏されたことで一躍大人気曲になったのです。いかがでしたか？何曲知っていましたか？今日の動画をお楽しみいただけた方はぜひグッドボタンを押してください。この絶対知ってるクラシックシリーズは交響曲・交響詩編、オペラ・オペレッタ編、ピアノ曲編、管弦楽曲編、協奏曲と室内楽曲編、宗教曲編も出していますので、ぜひそちらもご覧くださいね。そしてぜひ動画の感想はコメント欄で教えてください。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに、毎週金曜日の夜8時にクラシック音楽を楽しむ入り口となる動画を配信しています。有名な作曲家の人生と代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、オーケストラ楽団、演奏家の紹介や有名曲のご紹介などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー！